語られない不思議ほど長く残り続ける。これから紡ぐのはこの横丁に残された5つの小さな記憶。ここはガタピシ横丁。この横丁には昔から7つの不思議があると言われている。誰かが作った噂なのか、それとも横丁そのものが残した記憶なのか。今日はその1つ目の話をしよう。赤い風船の話だ。横丁の外れの電柱のそばに、毎晩同じ高さで浮かぶ赤い風船がある。誰も触っていないのに、朝になるとまたそこに戻っている。割っても、流しても、結んだ糸を切っても、翌日になると、また同じ場所に浮かんでいるらしい。その夜、わしはその場所まで歩いてみた。風もないのに、赤い風船はゆっくりと揺れていた。誰も持っていない。どこにも結ばれていない。ただ、そこにいるだけだった。わしはそっと手を伸ばした。指先がかすかに触れた気がした。その瞬間、風船の表面に人の指の形みたいな跡がゆっくりと浮かび上がった。ぎゅっと掴まれたような小さな手形だった。まるで誰かがずっと離さずにいたみたいに。わしが手を引くと、あとはじわじわと元に戻っていった。何事もなかったかのように、赤い風船はまた静かに宙に浮かんでいた。誰が置いたのか、なぜ戻るのか、何を待っているのか。横丁の人は言う。赤い風船は帰れなくなった誰かの場所を忘れないために浮かんでいるんだ、と。赤い風船は今日もまた同じ場所に浮かんでいる。もしかするとあの風船は横丁が残してくれた誰かの帰りを待つ目印なのかもしれない。ここはガタピシ横丁。夕暮れになると店の明かりが一つずつ灯り始め、横丁はゆっくりと一日の顔を変えてゆく。その日わしは香ばしい匂いに導かれるように歩いていた。今日は精肉店の話をしよう。年季の入った看板。曇ったガラスの向こうには新鮮な肉がきれいに並んでいる。その脇に揚げ物を並べるための小さなスペースがあった。空のトレイが整然と並んでいる。ポツンと貼られた色あせた張り紙。メンチカツ100円。油の鍋からはかすかに弾ける音だけが響いていた。メンチカツ一つ。そう口にしたつもりだったが、声は夕暮れの空気に溶けていった。それでも、まるで聞こえていたかのように、油の音が少しだけ強くなった。衣が油の中でじゅわっと音を立てて膨らんでいく。黄金色に染まる表面、弾ける小さな泡。見ているだけで胸の奥まで暖かくなった。紙袋に入れられた揚げたてのメンチカツ。我慢できず、わしはその場で一口かじった。
衣が軽やかに割れ、中からじゅわっと肉汁が溢れ出す。外は香ばしく、中はふっくら。玉ねぎの甘さと肉の旨味が混ざり合って、口いっぱいに広がった。その味と一緒に、昔の風景がふっと浮かんだ。ランドセルを揺らして走った帰り道。ポケットの中で鳴る小銭の音。暑いから気をつけてね、と言われた声。分け合って食べた温かい一切れ。何気ない一日。けれど、なぜか忘れられない時間。気づけば、紙袋は空っぽになっていた。揚げ場の音も、いつの間にか静かになっている。けれど、胸の奥には、温かさだけが残っていた。何気ない一品が記憶になる。何気ない時間が宝物になる。ここはラタピシ横丁。過ぎた時間が音になって残る。そんな不思議な通りだ。その日わしは古い木の看板のかかった小さな建物の前で足を止めた。今日はそろばん塾の話をしよう。その建物はもう何年も人を迎えていないように見えた。木戸の向こうは薄暗く、中の様子がよく見えない。けれど、耳を澄ますと、どこからかかすかに、カチッ、カチッと音が聞こえた気がした。わしはそっと戸を開けた。中は、畳敷きの小さな教室だった。低い木の机が、畳の上にきちんと並んでいる。黒板も、机も、どこか昔のままの姿だった。けれど、誰の姿もない。ただ、空気だけが、静かに座っているみたいだった。その光景を見た瞬間、胸の奥が、キュッとなった。何度やっても合わなかった計算。答えが出なくて、いつまでも、いつまでも、カチッカチッカチッと、その場を弾いていたあの時間。かすりと悔しさと、それでも諦めきれなかった気持ち。全部が、音と一緒に蘇った。ふと気づくと、黒板には一つだけ問題が書かれていた。そして、目の前の机の上には、すり減った古いそろばんが、ポツンと置かれていた。まるで、続きをやれ、と言われているみたいだった。わしはそろばんに手を伸ばした。けれど、指を動かす前に、頭の中で音が鳴り始めた。カチ、カチ、カチ。まるで、昔の自分が隣で計算しているみたいに。そろばんは動いていないのに、音だけがはっきり聞こえる。気づけば黒板の問題は消えていた。机のそろばんも、いつの間にかなくなっていた。教室は、ただの静かな空間に戻っていた。わしはそっと引き戸を閉めた。あの音は、もう聞こえない。けれど、胸の奥だけが、まだカチカチと鳴っていた。失敗ばかりの記憶でもいい。そこに、必死に生きた音がある。
ここは、片菱横丁。この横丁には、昔から7つの不思議があると言われている。それは噂話のようで、誰かの記憶のようでもある。今日は、その2つ目の話をしよう。小さな黄色い橋の話だ。横丁を横切る細い川に、小さな黄色い橋がかかっている。昼間は、ただの古い橋だ。けれど、ある条件が揃った夜に渡ると、橋の途中で、不意に自分がどこへ向かっていたのか、思い出せなくなるらしい。家に帰る途中だったのか、誰かに会いに行く途中だったのか、それすらわからなくなるという。その夜わしは川のそばまで歩いてみた。街灯の光に照らされて、黄色い橋は静かに浮かび上がっていた。ペンキはところどころ剥げ、欄干も少し歪んでいる。けれどなぜか、やけに目が離せなかった。わしはそっと橋を渡ってみることにした。橋の中央まで来たとき、橋元に落ちていた小石が、コロリと転がってきて、わしの足にコツンとぶつかった。思わず足を止める。その瞬間、古い木板が、キーッと小さく鳴いた。風は吹いていない。なのに、橋の中央だけが、静かに揺れているようだった。そして、あれ？わしは、自分がどこへ行こうとしていたのか、一瞬だけわからなくなった。帰り道だったはずなのに、帰る場所の輪郭がうまく思い出せなかった。橋を渡り切ったとき、その感覚はすっと消えた。けれど、胸の奥にだけ小さな空白が残っていた。あの橋は記憶を奪う橋なのか、それとも迷いを移す橋なのか。横丁の人は言う。迷っている人ほどあの橋の上で立ち止まる、と。小さな黄色い橋は今日も変わらず川にかかっている。もしかするとあの橋は横丁がそっと用意した迷った心を休ませる場所なのかもしれない。ここは片菱横丁。静かに生きる者ほど強く根を張っている。そんな不思議な通りだ。その日わしは湿った土の匂いに導かれるように一つの店の前で足を止めた。今日は苔玉屋の話をしよう。古びた木の店構えに深い緑ののれんが静かに揺れていた。軒先や棚には丸く整えられた苔玉がいくつも静かに並んでいる。まるで小さな森がそのまま並んでいるみたいだった。わしはそっと引き戸を開けた。中はひんやりと静かで、棚いっぱいに苔玉が並んでいた。しっとりとした緑の上に、小さな木々や花が根を張っている。松、カエデ、ボケ、それぞれが違う時間を生きているようだった。その奥に、ひときわ落ち着いた気配の苔玉があった。店主は、その苔玉をそっと持ち上げながら、静かな声でこう言った。
この子が、あなたを選びました。選ぶのは、いつも植物の方なんです。丸い苔の上から伸びていたのは、赤い実をつけた南天の枝。折れた跡が残る幹から、新しい芽がまっすぐ空へ伸びている。どこか不格好なのに、とても力強かった。南天の花言葉は、困難に打ち勝つ。良い変化が訪れる。折れた枝の先に伸びる新芽を見つめながら、わしの胸の奥が静かに揺れた。思い通りにならなかった日々。折れてしまったと思っていた心。けれど、そこからまた何かが育っていたのかもしれない。気づけば、亭主の姿は消えていた。手には南天の苔玉だけが残っている。重さはほとんどないのに、不思議と胸は温かかった。もう一度伸びてみようと思った。枝は折れた場所から育つ。それは人も同じだ。